皆さんハーミカショー。はい、どうもどうもどうも。ということでですね、今日のお題は何ですか？今日は重めです。重め？はい。何？夫婦の離婚や別れについてお話ししていきたい。16歳差夫婦の別れ。別れって言葉寂しいよね。別れってでもいい別れもあれば悲しい別れもあるから別にね、どっちもどっちだな。ということで、ある記事を見たんですよ。どうしたの最近社会派だね。この前ね、離婚率は夫婦の年齢差に比例するっていう、くだらない記事を見たんだよ。ね、でもさ、私はなんか結構前にそういう記事読んだのは、4人に1人が離婚するって聞いた。今の世の中。じゃあ4軒お家があったら1人が、だから待って、今のは何なの？年齢。だから離婚率は年齢差に比例していくんだって。どういうこと？だから同い年同士よりこういう16歳差夫婦の方が離婚率は高くなる。それ間違えてるよ。だって私前のなんて同世代的な結婚だったけど離婚してるし、だってもう一緒ぐらいの年でしょ。違うね、結婚歴9年。じゃあだから3年ぐらいでしょ。あと10年来てね。短くない？俺は離婚しないよってよく言ってるじゃん。離婚しないよ。じゃあ何彦さんが見た記事っていうのは年の差があればあるほど離婚率が高いってこと？そうかならしいんだよね。っていうことでちょっと調べてみたんだよね。これ調べるね最近。いや YouTube でお話ししてみようと思って。皆さんどうですか？離婚してるの？みんな離婚について。今日もさ朝ごはん食べてたらなんかね隣の会話がね重々しかったね。ずっと旦那さんの悪口言って帰ってこない。でも離婚ってネガティブなワードに受け止めるがちだけど、離婚ってさやっぱりその新たな再出発だから、いい意味で新しい出会いとか。再婚も離婚も経験してるからお前さんは結構話せる。俺は経験してないからさ。でもね、ぶっちゃけ離婚ってすごい疲れんのね。やっぱり体力がいることだ。人間ってくっつく時は簡単だけど離れる時ってすごい大変な。大変だよ、うちらも。離れらんねえからな。怖くてなんか離婚したいっつってね、ずっと口見て。もうこっちは1回も2回も変わんないからよ。でさ、もう離婚、分かった、離婚って言ってんだけど、もう平気で寝室でずっと生活してんの。どうやって？新しい彼氏とかもう家に来てんだけど「おどうも」とか言って寝室から出てきて「誰?」とか言って「前の旦那がまだいるのよ」とか言ってでもそういう人いそうじゃない？世の中に。気にしないでとか言って、なんかいそうじゃない？前の旦那がまだ住んでるみたいな。そういう人いそう。コメント欄に欲しいんだけど。まだ家が見つからなくてさ。いそうね。そういうさ、いろんな生活のパターンをさ、みんなコメントしてほしくない？確かにコメント欲しい。ということで、離婚の理由のなんかその記事に順位が出てたのよ。そんなの見なくても分かるよ私。じゃあいくよ。3位からいくよ。3位性格の不一致。だって1位と2位はもう決まってんだもん。何？もうピンク事情かお金の問題。ピンク事情っていうのは浮気とかそういうのね。不倫とかは2位。1お金？性格の不一致。それね、建前だよ。だから建前記事なのそれは。ね、2位が浮気、不倫、浪費癖。そうだと思う。で3位モラハラ、 DV、セックスレス。そういうのね、ピンクだ。3位は5つもあるよ。何3位が5つあるってどういうこと？だからその理由が、モラハラ DV でしょ、セックスレス、親族との関係、家族問題、年収が低い。全部入ってんじゃん3位に。でもあるじゃん、インスタライブとか言ってたらどうしても義理のお母さんと気が合わないとか、義理のお姉さんの性格が本当に嫌で入り込んできて本当に嫌ですとか
いるし、あとモラハラ旦那のとかもすごい多くない？なんかやっぱり私のモラハラ旦那ね。そう、私の世代とかってやっぱりまだまだ男尊女卑があったから、やっぱり奥さんをなんかすごくこうさ、召使いのような扱いをする人とか結構いるじゃん。だから私ね、経済力がないからそんな亭主に頼るしかないんですみたいなこととかよく言われるの。でもパーンってもう飛び出しちゃった方がいいかもしれない。でもそうするとやっぱり今って昔よりなんか仕事って昔ってなんか決まりきった仕事しかなかったけど、今ってなんかこうさ、自分で発信したり働き口って結構多くなってるし、みんな副業とかもするじゃん。だからなんかいきなりさ、なんかこう資格とか取ってさ、お家でお皿に絵描いたりとかポーセアーツとかさ、なんかなんか女の人でもなんか私職が増えたと思うの。転職をそう。でも今までは男性に、いやもうお前なんて外に出たってもう何にも経済力もないくせになんとかってなんかモラハラ洗脳をされてて、私なんてって思うけど、一歩外に飛び出したら意外に人間やるしかないってなったら私大丈夫だと思うね。洗脳されてんのね。洗脳されてんの。だからそれはいや、俺の外から目覚せね、今虫飛んでんのかと思ったんだけどよくいいね。もうだからだからそういうのは多いよね、どうで私たち離婚の危機あったかってこと？あったっけ？あったんじゃない？やっぱ彦さんが若い時よ、若い時にもうちょっと今より不安定な時ねに、こうなんか俺はなんかこうニカのそばにいて、なんか例えばこう自分の方がこうなんていうのできてないんじゃないか、稼げてないんじゃないか、人からどう見られてるか自分がみたいなことを気にする時期ってあるじゃん、若いから、でそれが突き抜けてきてからの方が喧嘩しなくなった、だから私は変わってないのよ。まあお前さんは変わってない。変わってないの。あなたがカメレオンのように変わってきて、今やっとここのおじいさんとして落ち着いてんのね。だから俺のグラフで言うと、そこで耐えてた時期がある。ですごい耐えたから、なんか結構疲れたりとかこう波がある時期もあった、でその波の時にだからそれは多分頑張りすぎて、俺は早く大人になりたいとか早く稼げるようになりたいとか早く追いつきたいってやりすぎで疲れてこうなんていうの、脳幹疲労が起きて、そうなのよ。皆さん脳幹疲労をね、整えた方がいいですよ。脳の幹って書いてねちょっとそういうのに興味ある人は DM ください、ね。でそこはね実はね乱れてるとやっぱりそこで結構喧嘩が起きてる。自律神経乱れたりね、だから同じことを私が言ってもなんかっていう時ともうやめてくれっていう時と聞こえない入ってこないって時と、あとなんか予期しない言葉を吐いちゃったウォーキングデッドになっちゃう時と、だからそういう時期はもう私もちょっと辛くなっちゃうっていうか、なんか私っていうかその辛そうな彦さんを見て辛くなっちゃってやっぱり荷が重いのかなとか、あとなんかこうほらうちの場合ステップファミリーだからお父さんにならなきゃっていう誰も求めてないんだよ。求めてないんだけど自分自身の重圧だから、それは受け取り方が彼が変わってきたからなんだけど、最初の頃はなんか俺がもっと俺がみたいな、ちょっと待って夫としてもお父さんとしてもうちらそんなに求めてないんだけどみたいな感じなの。だからそれがなんか本人が意気込みすぎてなんかパワーバランスがおかしくなったりなんかこう不安定になることで揉めてたっていうのがあって、だからその時にもう離婚した方がいいのかなってぶっちゃけ思ったことがある。でもう離婚しちゃった方が楽になるんじゃないかなみたいな、そしたらやっぱり離婚は嫌だとか、あともっとこういうダウンの時は分かったよ離婚すればいいんでしょみたいな風になった時期もあって、目覚ませみたいななんか時もあったよね。うちらは123どれも当てはまんないね。何じゃあほらうちら何性格は合ってるでしょ、浮気不倫はないでしょ、モラハラもないじゃん、なんで離婚しようとしてんの彦さんが離婚の理由なんてないですようちらに。皆さんのお家はどうなんですかね、でも本当に多いと思う。こういうお話をインスタライブですると本当にそんなことをね、あとピンクの事情でも耐えてる人いるじゃん。いやピンクはすごい多いよね。ピンクは多い。ライブ始まったなんていうの、
ピンクはレスも多いけどモアも多いね。本当多い。そんなにみたいな、そこで悩んでる人で、レスで悩んでる人で、なんか求められるだけいいじゃないですか、求められすぎたらどんなに辛いか分かりますかっていうインスタ視聴者さんの戦いとかもあるよね、たまにね。だからやっぱりそのピンクがピンク同士合ってないと、濃い薄いが合ってないと大変な問題になりますよ、これ。そうですね。ということでね、だから皆さんのなんか夫婦事情とか離婚の危機とかそういうことを書ける範囲でいいけど、なんかコメント欄にね、寄せてくれたりすると、また第2弾第3弾もうちょっとディープな話ができるかもしれない。あとはね、この子たちもいるからね、そんな簡単に分からないんだよね。だから2対1とかに分かれんだよ、この子たち。無理だよね、その人間の都合でね。じゃあうちに3匹置いてって。やだよ、俺もいるよ、じゃあそれ、ペットとしても4匹として。でも本当に合わない人がさ、ずっと例えばさ、子供のためとかさ頑張っている人とかもいるけどさ、考え方だよね、やっぱりね。ということでコメントをお待ちしております。お待ちしてます。はい、この動画が良いと思ったら高評価やチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。